自分自身に飲み込まれていく、自分自身に捉えられて、もうそこにどんどんハマっていくのを見るみたいな感じだった。今日から何もできなくなってしまった。もうすべての日常のすべてのことが難しくなってしまった。バスも乗ったら怖い。また同じことがあるかもしれない。皆さん、こんにちは。今日もセアジャパニーズポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。皆さん、パニック症というものを聞いたことがありますか？どんな病気なのか知っていますか？このポッドキャストでは、今までメンタルヘルスについていろいろ話してきて、主に私がかかったことがある、経験したことがあるメンタルヘルスの症状とかを話してきたんですけれども、今日は私が前から気になっていた、もっと知りたいなと思っていたパニック症についてちょっと調べてみたので、そのお話をするんですけれども、結構、言葉が難しいです。使ってる言葉が医学的な言葉が多いので、いつも言ってるように、パトレオンでトランスクリプトとかをダウンロードするのをおすすめするとともに、今回よく使う言葉を先に教えておきます。あとはさすがにこれはちょっと難しいなっていう言葉は、言葉を言った後に英語でも言いますね。では、今回よく出てくる言葉ですが、まず、発作。発作は、今回はアタックス、パニック発作、パニックアタックスっていう意味で使っています。それから、予期不安、anticipatory anxiety ということで、何かを予想して、もしくは何かを前もって考えて不安に感じること、予期不安、回避行動、avoidance behavior、回避行動、過敏、hypersensitivity、もしくはただ単に sensitive、過敏、診断、diagnosis、症状、symptoms、恐怖症、フォビア、しびれる、to feel numb、しびれ、numb、numbness、めまい、dizziness、動悸、palpitations。はい。これらの言葉をよく使うので覚えておいてください。ではまず、パニック症について今回話そうと思ったきっかけが、先日こんなツイートを見ました。パニック症を持っている人が久しぶりに飛行機に乗ったんですね。それは好きなアイドルか何かのライブに行くために何十年ぶり、10年ぶり、20年ぶりとかに飛行機に乗ったんですね。で、それまでは結構調子が良かったのに、体調が良かったのに、飛行機に乗ったら急に発作、軽い発作が始まってしまって、で、慌ててお母さんに電話したりしていたんですけれども、飛行機の隣の人が同じ歌手のファンだったらしくて、で、話しかけてくれたり、手を握って一緒に呼吸してくれたりして、すごく助かった、どうにかなった、アイドルのコンサートにも行けましたっていう話だったんですね。で、私はそれを見て、すごくいい話だな、よかったなって思っていたら、このツイートが、ツイートというのは古いですが、この投稿がすごく炎上したんですね。というのも、発作が起きていたのは搭乗中、みんなが飛行機に乗ってる最中だったので、それでこの人が降りなくちゃいけなくて、荷物も下ろさなくちゃいけなくてってなったら、みんなが1、2時間待たされて飛行機が遅刻する。そんな大勢に迷惑をかけるなんてありえないとか、もし飛行機に乗って隣の人がこんな呼吸が荒かったりお母さんにどうしようとか電話かけてて、
それも不安になるし、もし世話をしないといけないとかなったら最悪だ、みたいな。結構みんな辛辣なコメントをしていたんですね。で、私はそれを見て、すごく、悲しいなと思って、まあ確かに飛行機が遅れたり、隣の人がすごく、もうなんか大変なことになってたら、自分も不安になる気持ちはわかるんですけれども、私自身も、もしかしてパニック症になってしまうかもって思うような経験があって、こどれくらい本当に大変かは私にはわからないけれども、その大変さをちょっと味わったことがあるので、この人にとって飛行機に乗るっていうこのイベントはすごく勇気のいる行動だったと思うんですけれども、周りの人にとってはすごく、周りの人はあんまり理解をしていないというか、かなり、うーん、厳しいあたりだったので、ちょっと悲しいなと思って、今回パニック症について自分でもしっかり調べたり、ちゃんと理解しようというふうに決めたわけです。で、さっき自分でも、さっき私もパニック症のかなって思ったようなことがあると言ったんですけれども、調べてみたらパニック症の発症率っていうのは人口の1から3%なので、結構多いですよね。100人に1人か3人、1人から3人はかかっているのでね。で、あとはパニック症まではいかなくても、周りの人にパニック発作になった人って結構いる気がするんですよね。もしかしたら私が自分のメンタルヘルスについてすごくオープンに話すので、友達もそういうふうに話してくれているのかもしれないんですけれども、結構家族でも友達でも何らかの状況でパニック発作になったことがあるっていう人は半分くらいいる気がしますね。で、まあ、そんな身近な病気、症状なんですけれども、こう、実際にどういう病気なのかあんまり理解されていなくて、偏見だけで喋っていたり、ジャッジしている人が多いなって思ったので、ちょっと今回はポッドキャストで喋るために、私は本を読んでみたんですけれども、なんと本を読み始めていたら、いろいろと勘違いしていたのは私ということに気づきました。パニック症とは何なのか。で、他の病気との違いとか区別っていうところをかなり勘違いしていたので、今回はその学んだことと、あとはさっきちょっと話した私自身の体験とか、私自身の対処法とかを最後にお話ししようと思います。ではですね、まず、勘違いその1、名前を勘違いしていました。勘違いというか、私、この本を読むまでパニック障害と呼んでいて、で、そういうふうな名前も間違いではないんですけれども、2014年以降からディソーダー、英語で言うとディソーダーをなんとか症っていうふうに訳すように移行しているらしいです。今まではディソーダーで例えば eating disorder、摂食障害、anxiety disorder、不安障害とか何でも障害で呼ばれていたんですけれども、障害って日本語では disability っていう意味があるので、ちょっとそれは強すぎるよねということで、パニック症、摂食症とか、症をつけて呼ぶようにしているらしいです。ちなみにこの間、インスタグラムで ASD のお話をしました。で、その時に ASD の日本語訳は自閉スペクトラム症というふうにしたんですね。これが正式な日本語訳だったんですけれども、これについて、症って illness
みたいな感じだから、症を使わない呼び方はないのっていうふうに質問を受けたんですけれども、今のところは disorder の訳は症で、この症に関して特に病気とかいう言葉、悪い意味合いはあんまりなくて、ASD でも他の disorder がつくものにはほとんどすべて show が使われていますが、もしかしたらその実際にね、show っていうのは病気っていう言葉と一緒に使われることも多いので、今後変わっていくことはあるかもしれません。いずれにせよ、私はずっとパニック障害と呼んでいたんですけれども、なんとパニック症と言わないといけないらしいです、今は。はい。なので、勘違い一つ目、名前でした。では、パニック症って実際にどんな症状でどういうふうに診断されるかなんですけれども、パニック症と聞くと、なんとなく皆さんが思い浮かべるのは、パニック症っていうのはあまり知らない人が聞いて思い浮かべるのは、例えば怖いこととか不安に思うことがあった時に、すごいあたふたしたり、呼吸が苦しくなったり、大声で泣き出したりする人とかって思ってしまうかもしれないんですけれども、パニック症って実はいろんな他の精神疾患と密接に関係していたり、もしくは区別されていたり、あとは他の身体的な病気とも勘違いされやすい、ちょっと複雑な位置づけだそうです。主な症状としては、そのパニック発作なんですけれども、パニック発作にもいろいろな症状があって、ちょっとこれは難しいので英語とともに話しますが、例えば、めまい、dizziness、吐き気、nausea、胸が苦しい、chest tightness、心臓がドキドキする、heart palpitation、汗が出る、sweating、息苦しい、shortness of breath、手足がしびれる、trembling hands and feet、しびれる、numbness といった症状がパニック発作と呼ばれています。なので、パニック発作っていうと、わーい、やばいとかなんか叫んでる感じなのかなと思う人もいるかもしれないけれども、実際は結構人から見えにくいこともありますね。以前、ショートビデオでみんなが思うパニック発作中の私と実際のパニック発作中の私みたいな動画があって、みんなが思うパニック発作中の私がその叫んだり泣いたりしてる感じで、実際のパニック発作中の私は、無言で何もせずに固まって目の前をただ見つめ続けるみたいなやつで、すごいわかるなってふうに思いました。そんなパニック発作なんですけれども、ただ、パニック発作を起こした人のすべてがパニック症を持っているというわけではありません。パニック発作っていうのは、パニック症以外の病気や障害でも起こるからです。で、さっき周りにもパニック発作を起こしたことがある人すごい多いように感じるって言ったんですけれども、実際に10人のうち1人が一生に一度はパニック発作を経験すると言われているようです。で、パニック症と他の病気もしくは状態の大きな違いがパニック発作の原因です。パニック症におけるパニック発作は、起こる状況が不特定で、いつ、どこで、なぜ起こるかがわからないタイプのことらしいです。ここが私の勘違いポイント2個目なんですけれども、私は何か原因があって、怖くなってパニック発作を起こしてっていうのが数回続いたら、それはパニック症だと思っていたんですけれども、パニック症の場合は
原因とか、この場所にいるから発作が起きるみたいなのはなしに、寝ている時でも、こう、自分では、今落ち着いてるなって思っている時でも、急に起こる可能性があるようです。で、逆に、パニック発作が特定の状況のみで起こるなら、それはパニック症ではなくて、他の病気の可能性が高いようです。例えば、PTSD、過去のトラウマに対して起こる、心の症状で、昔すごく怖い思いをしたこととか、すごく嫌な思い出をした人が、その状況を思い出したり、それを思い出させる状況に出会った時に発作が起きるというタイプですね。それから、電車の中にいるとか、狭いところにいるとか、特定の場所や状況で、過去のことではなく、現在の起こりうる状況から恐怖を得る場合は、限局性恐怖症と呼ばれているそうです。英語で言うと、specific phobia と呼ぶそうです。この限局性恐怖症が、こう、ある限定された場所で起こるのに対して、もっと広範囲で、例えば人混みでも映画館でもデパートでも家の外なら、どこでも恐怖を感じてしまう。いろんな場所に対して恐怖を感じてしまうのが、広場恐怖症と呼ばれているそうです。英語で言うと、アゴラフォビアというそうです。まあ、どこでもと言っても、特に逃げにくいとか、助けを得にくいという場所が多いようです。で、私は前にもしかして自分はパニック症なのかもって思ったって言ったんですけれども、実際はこれだったと思います。この広場恐怖症とか、もしくは限局恐怖症。電車の中にいたから怖いとか、高速道路で運転していたから怖くなってパニック発作になったみたいな感じだったので、これも勘違いしていたことですね。で、こういった原因とか理由、特定の状況があるパニックに関連するパニック発作に対して、パニック症にあたるパニック発作は、このような原因とかタイミングが分かりにくい。いつでもどこでも寝てる最中でも起きるそうです。で、このような予期しないパニック発作が2回以上繰り返されるとパニック症と診断される条件の一つになるそうです。ただし、あなたはパニック症です。あなたは広場恐怖症です。あなたは社交不安症です。っていうふうに、明確に区分できるものではなくて、それぞれすごく密接に関係していて、一緒に起こったり、もしくは、例えば、最初は原曲恐怖症で始まったものが、だんだんひどくなってパニック症になるとかいうふうに、みんな強く関連しているそうです。例えば、原曲恐怖症で電車の中に乗るのがちょっと苦手で、そこでパニック発作を起こしたことがある。で、ただ、このパニック発作ってすごく死んでしまうかもとか思うくらい怖い体験なので、その体験をした後に、いろんな場所でもしかしたらあれが起こるかも、また起こったらどうしよう怖いっていう風な不安が強くなって、で、結局いろんなことができなくなったり、電車とかは関係なく発作が起きてしまって、パニック症っていう風になる可能、場合もあるそうです。で、また発作が起こるかもしれない、どうしようっていうのが予期不安と呼ばれていて、そして、じゃあ起こってしまうかもしれないから、そこに行くのやめとこう、これをするのはやめとこうっていうふうに、こ
いろんな状況を避けること、ある状況を避けることを回避行動と呼んでいて、この予期不安と回避行動もパニック症の診断条件の一つです。で、回避行動を続けると、最初はじゃあ電車をやめとこう、狭いところをやめとこうだけだったのが、どんどんいろんな場所がダメになってしまって、で、最終的にはずっと家に閉じこもってしまう人、家の中でも自分の部屋から出て、外に、トイレに行くのすら怖いっていう人もいるそうで、で、こういうふうに、社会的な生活が遮断されて、こうずっと一人でいる、何もかもが怖いっていう状況が続くと、うつ病になったり、双極性障害など、いろんな他の病気と一緒に発生することが多いようです。で、最終的にパニック症と判断されるには、今言った条件に加えて、身体的に異常がないっていうことも確認される必要があります。今の説明で、パニック症の基本的なことは分かりましたでしょうか？もし説明が難しいな、もっとちゃんと理解したいな、いろんな単語を学びたいなと思った方は、ぜひ私が運営しているサイズジャパニーズスクールでレッスンを受けてみてください。最近サイズには新しい先生が入りました。レナ先生という方です。レナ先生は今カナダに住んでいらっしゃって、前は日本の企業で働いたり、アメリカの海外駐在とかをしていたすごくかっこいい経歴の持ち主なんですけれども、レナ先生が自分で英語を学んだ時の早く覚える作戦とか難しい文法でも理解できる考え方とかコツをいろいろお持ちで、特に文法の説明がすごく綺麗でわかりやすいです。で、文法の授業っていうと文法だけやって、はいこれ覚えて次ってなってしまって、結局使いにくいっていうことが多いんですけれども、レナ先生は文法一つピックアップしたら、それを使った会話の練習とか、ロールプレイとか、日常のことを話すといった練習をするので、実際に使える文法知識っていうのを得ることができる、そんな素敵な授業になっています。ぜひ、サイエンスジャパニーズスクールのウェブサイトからレナ先生のトライアルレッスンを予約してみてください。リンクはキャプションに貼ってあります。それでは本題に戻りましょう。では、ここからはパニック症について、私が感じていることとか、私自身の体験を話したいなと思うんですけれども、あのーパニック症について、ポッドキャストで話すから何かあったら、何か言いたいことあったら教えてねって、インスタグラムで話したときに、ある人が、お母さんがそれにかかったことがあって、それはまるで、ある人が自分自身に飲み込まれていく、自分自身に捉えられて、もうそこにどんどんハマっていくのを見るみたいな感じだったっていうふうに、英語では、It was like seeing somebody trapped inside themselves って書いてあって、なんか、本当にそういう感じで、だからこそパニック症って怖いなーって私は思うんですけれども、私はこの本を読んだ後で自分はパニック症ではなかった分かったんですけれども、当時はそのパニック発作を数回経験した後に、これはパニック症になってしまうかもしれないってすごく心配していたんですよね。パニック発作自体は、数回、10回以下しか経験したことないんですけれども、1回は運転していた時、高速道路で、ある日運転していたら、急に心臓がバクバクしてきて、で、だんだん手の感覚が痺れてきて、なくなってきて、目の前がさーって砂嵐のようになって、で、私は高速道路のトンネルにいて、で、日本の高速道路ってすごく
狭いというか、特にトンネルの中だと本当に2車線しかなくて、止まるところもほとんどないので、やばいってなって、で、目の前砂嵐の中ですごい頑張って、あのトンネルの中の退避所みたいなところに止めて、で、その後は一緒に乗っていた家族に運転してもらったんですけれども、あれがかなりの、怖い体験となって、だってもしあそこでそのまま、意識を失って、運転ができなくなっていたら、もう私もだし、家族もだし、もしかしたら周りの人にも、周りの人の命も、こ脅かしていたくらい、かなり危険なことだったので、で、あの日何かあったかっていうと、そういった発作を起こすような原因が何かあったかっていうと、別に特になくて、運転はもう、そうですね。6年、7年とかずっとしているし、運転好きで一人で運転することも高速に乗ることもトンネルに入ることも全く問題なく、むしろ運転は楽しいと思ってやっていたんですね。で、それがある日突然こういう風になって、で、それ以来結構トンネルはもちろん高速道路でもドキドキするようになってしまったんですね。あとは、電車に乗ってって立ってる時とか、あとは列に並んで立って待ってる時っていうのも、発作になりかけるみたいなことが結構ありました。もともと結構貧血になりやすいというか、すぐに立ったらクラーっとするみたいなことが多いので、もともともし今クラクラしてこのまま倒れちゃったらどうしようみたいな不安は大きかったんですけれども、何か、なんでだろうな、別にあの時、すごくストレスが溜まってたわけでも、何か原因があったわけでもないんですけれども、ある日電車に乗ってて本当にやばいこれはどうしよう逃げられない。で、皆さんご存知の通り、日本の電車は本当に満員電車で、本当に逃げられない状態なので、もうどうしようどうしようってなって、で、その時はたまたま友達にどうしようこんなことが起きてるって言って、彼女が一緒に LINE で話してくれて、どうにか次の駅まで持ったんですけれども、それ以来電車とか、ずっと立って待たないといけないところにいると、このままもうバクバクして倒れてしまうかもしれないっていうふうに、すごく怖くなったんですね。で、そういうふうな怖いことが一度あると、それこそそのパニック症が起こる仕組みと一緒なのかもしれないんですけれども、そういうふうに一旦怖いことがあると、バスも怖いかもしれない。バスも乗ったら怖い。また同じことがあるかもしれないっていうふうに、どん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 、不安になって、で、その不安のせいで心臓がもっとバクバクするので、どんどん、呼吸が苦しくなってきて、で、結局またフラフラしちゃって、で、電車で次の駅で降りないといけなくて、で、それで自信を失うんですね。あ、ダメだったのか。なので、それが最初はちょっと難しかったことが、今度は難しいプラス、さらに悪化している。そして、自信もなくなって難しいし、悪化してるし、で、もう、どん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 ダメになっていく。どんどん負のループに、ループの中で回りながら、さらに悪い方向に落ちていく。みたいな経験を少しだけしたことがあるんですね。で、それでも私の発作とか考えはすごく柔らかい方で、そのパニック症とかパニック発作になる人は、最終的に死んでしまう、はーってなりながら、このまま死ぬかもしれないってなるのがすごく恐怖っていう風に、書いてあったんですけれども、私の場合は、
まあもちろん運転していてそのまま発作になったら死んでしまっていたかもしれないんですけれども、まあ、はーってなって死ぬっていうことに対してはあんまり恐怖はなくて、むしろ電車とかだったら倒れたら恥ずかしいとか、迷惑かけたくないとか、まあそれくらいの恐怖だったので、その、あれが電車の中にいて、あれがそのまま死んでしまうっていう恐怖だとしたら、よっぽどパニック発作って怖いんだろうなって思うし、で、しかもそれがその電車の中にいたからとか、そういった特定の状況がなくて、急に起こる、寝ていても起こるようだったら、本当に生活が取られてしまう、日常生活が普通には送れなくなってしまうと思うので、本当に怖い病気だなって思うんですね。だから、そのさっき言ったように、こう一度かかったら、その後10年、20年とその病気と戦い続ける人もいるし、もしくはもう一緒に生きていくのかなっていうふうに、こう共存することを受け入れているような人もいますし、でも、なんだろう。あの時私が思ったことは、昨日まで私は普通の人間だった。昨日まで私は普通に電車に乗れて、普通に高速道路で運転できて、普通に列に並べて、何でも自分で一人でできていた。そんな私が今日から何もできなくなってしまった。もうすべての日常のすべてのことが難しくなってしまった。私は本当にある日を境に障害がある身になってしまったような気がしたんですね。で、何度も言ってるように、私の場合は本当に、軽い症状だったので、こう、実際にすごくひどい発作とかを経験したり、重いパニック症になってる人に比べたら、本当に何でもないことなので、こう、この後私が持ってるちょっとした対処法を紹介するんですけれども、もし今、ひどいパニック症、重いパニック症とかを経験していて、こう、そんな軽い話するんじゃないとかいうふうに思う人がいたら、ぜひちょっとここで一旦私の話は聞くのをやめてほしいですし、あとは、本当に、ちゃんとした医療の手助けが必要な人は、私の話はちゃんとした医療の話ではないので、それもちょっと聞くのを一旦ストップしてほしいんですけれども、あのーこ、その時私は、これはやばいと思って、ある日を境目に何もできない自分になってしまってきていることに気づいたので、その電車にも乗れない、高速道路にも乗れない。で、それでちょっとパニック症についてその時も調べてみて、あこんなものがあるんだって知って、でも何かしないとって思って、というのを私はそれ以前に、うつ病とか摂食障害とか、ひどいメンタルヘルスの状態を経験していたので、あのどん底にはもう一度はいけないと思って、もう必死でそのパニック症の沼にはまらない方法を探したんですね。で、もう本当に何度も言うように私の場合は軽い症状なんですけれども、まあいろんなことを試した結果、結局パニック症のように何度もそれが繰り返すことはなく、今でもたまに結構怖いなって思うことはあるんですけれども、急にドキドキしてきちゃったりして、まあそんなに日常生活に支障をきたすほどではないので、ちょっと私なりの対処法を少し紹介したいなと思います。まず最初の2つは、その発作が起きそうな時、その場でやっていることなんですけれども、1つ目が究極的な考え方をすることです。
普通は大丈夫、大丈夫、私は大丈夫っていうふうに言い聞かせると思うんですけれども、私の場合は、まあこれはもしかしたら私が死というものはあんまり怖くないからできることかもしれないんですけれども、例えば電車の中で急にドキドキしてきては、これはやばい、倒れちゃうかも、どうしようってなってきた時に、それが起こったらどうなるのか、どんなひどいことが起こるのかっていうのをとことん考えます。例えば、どうしよう、心臓がドキドキしたらどうなっちゃう、このまま続けたらどうなっちゃう、多分過呼吸になるだろうな。過呼吸になったらどうする、心臓がバクバクするだろうな。心臓がバクバクして呼吸ができなくなったらどうする、多分フラフラしてめまいがするだろうな。で、そしたらそのまま倒れちゃうかな、それとも座るかな。いや、座り込むのはちょっと恥ずかしいから、やだな。じゃあもし座り込まなかったら、多分そのうち勝手に倒れるだろうな。で、もし倒れたら、じゃあ誰かが助けてくれるんじゃない、もうその時はそれに任せよう。みたいな感じで、今目の前で不安に起きてることに対して、じゃあそれが起こったら何なんだよ。どんな悪いことがあるんだよっていうのをどん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 考えていって、で、究極のところまで行くと、私の場合は大体、まあそれって別に起きても良くないっていうふうに考えて、まあ何事もそんなに悪くないでしょっていうふうに考えるようにしています。ちょっと例が悪いというか、あんまりいずれにせよ悪くない状況なんですけれども、これはパニック発作以外にも、普段の仕事とか、普段の生活ですごく緊張したり、不安があることにも使ってる方法で、例えば、じゃあすっごく緊張する仕事のミーティングがあるとします。やだな、やだな、ミーティングやだな。なんで嫌なんだっけ、だってもしかしたら間違ったこと言って質問に答えられないかもしれないから。じゃあ間違えたこと言ったり質問に答えたり答えられなかったりしたらどうなるの、顧客からの評価が悪くなる。顧客からの評価が悪くなったらどうなるの、じゃあこのプロジェクトがなくなる。じゃあこのプロジェクトがなくなったら収入もなくなる。収入もなくなったら家賃が払えない。じゃあ家賃払うのやめて、えーっと、実家に帰ろうとか、じゃあ家賃払うのやめて、道に住もう。道に住んだら何、恥ずかしいよね。恥ずかしい。けど、でも死にはしないよね。ご飯はまだ食べれるよね。みたいな感じで、どん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 、あの、悪い、究極の悪い状態まで突き止めていって、まあでも、いずれにせよそんなに悪くないかっていうふうに考えるのを、私にとってはこれが結構、あの、効きます。で、それでもやっぱりドキドキしてしまうときは、私は呼吸法を使っています。で、これはもうみんなが言うことで、私も最初は本とか読んで呼吸法とか書いてあって、でも何回か試したけれども、もうその時って本当にバクバクがバクバクしてて、もう呼吸もゼーハーしてるから、呼吸なんてやったところで収まんねえよっていう風にちょっとイライラしてたんですけれども、まあ、実際に何回かやってみて、私は普通に1234で吸って1234で吐く。もしくはもうちょっと長く呼吸したいなって思うときは、もうちょっと長くするとか。で、ただ呼吸するだけじゃなくて絶対に数えるようにしています。数えて、それしか考えない、数字しか考えないようにしてるんですけれども、これを、まあなんか一回聞くまで、半信半疑でも続けてみた結果、一回聞いたことがあって、で、それ以来、自分はこの武器持ってるんだ。とりあえずこれやったらどうにかなるかもしれないっていう、その安心できる対処法っていうのが見つかったので、それ以来は何かあったら、まあ、とりあえずこの1、2、3、4、5、6、7、8で呼吸するのをやってみようっていうふうにしています。で、残りは、すぐにできる対処法ではなく、日常生活から、やっていることなんですけれども、一つは、
発作とまではいかなくても、心臓がバクバクしたり、息苦しいとか、喉がつっかえたりするっていうのを私は結構今でもあるんですけれども、私はこれは身体的な痛さで、えーっと、カモフラージュさせています。というのも、その心臓が痛いとかそういうふうに感じたときは、必ずランニングをしています。で、ランニングをすると足が痛い、呼吸が、疲れて痛いってなるので、そういった息苦しさとか、不安とかからストレスから来る息苦しさとかを忘れてしまうんですね。で、ランニングすでにやってる人にはとっては簡単ですけれども、今までやってない人にとっては、こう壁が高いかなと思うんですけれども、私も実は1年くらい、1年ちょっと前に始めて、で、最初は、よし、ランニングを始めよう、みたいな感じで始めたわけじゃ全然なくて、ある日すごくストレスが溜まっていて、私はなんか、ストレスと怒りも溜まっていて、なんかジャンプして、そのエネルギーを外に出したいっていう感じだったんですね。で、ただ、ジャンプすると下の階の人に迷惑なので、じゃあ代わりにということで、もうその時着ていた服のまま、普通の靴を履いて外に出て、夜で人通りも少なかったので、もう好き勝手にわーって1、2分走って、はい、いいや、みたいな感じで家に戻ってきたら、なんかとりあえず、その場の、うわーっていう感情はなくなっていたんですね。で、それ以来、なんかちょっとでも不安に感じたり、怒りを感じたり、感情にブレがあったら、もう考える前にすぐに家の外に出るようにしています。で、走らなくてもいいから、とにかく家の外に出て、結局歩いただけの時もあるし、1分くらい走ってやめたこともありますし、毎回ランニングの服装とか着ていたわけではないんですけれども、なんかそういうことをしてるうちにだんだんそういった癖がついてきて、で、その最初のランニングへの壁が突破割れたので、その後ランニングを結局続けることになったんですけれども、すごくおすすめです。正直つまらない運動ですけれども、私は家でこう、胸が痛いとか、不安だなとか考えながら悶々としているよりかは、もう、外でバーって走って、汗かいて、呼吸を乱して帰ってきてシャワーを浴びて寝る、みたいな感じの方が、自分に最近合っている感じがします。で、最後に、本当に基本的なことにはなってしまうんですけれども、でも悔しいけれども、結局生活習慣直すといろんなことが改善しますよね。若い時はストレスがあって、不安があってとか言った時に、大人にちゃんと寝た方がいいよ、ちゃんと食べた方がいいよ、運動した方がいいよとか言われると、うるさいよ、そんな簡単なことじゃないんだよってすごくこう怒っていたんですけれども、心の中で。でも結局生活習慣良くすると気分良くなりますよね。で、しかもその生活習慣を良くするってそんなに簡単ではないんですよね、実は。ちゃんと毎日8時間くらい寝て、バランスの取れた食生活をして、で、運動も1日1回は何かしてって結構大変なんですけれども、それをやってると、大体すごく強い不安に襲われたり、ストレスでもう心臓がはち切れそうになるっていうことはめったに起こらないので、なんだろう。ストレスを感じずに生きるために、そんな毎日運動しないといけないなんてちょっと悔しいなとは思いますが、でもね、結局効くんですよね。はい。で、最後の最後に、これはパニック症とはあんまり関係ないかもしれないんですけれども、私が一つ学んだことは、特に何かこう、心が一つのことに
集中しがちな人、例えば私は摂食障害を持っていた時に、その毎日毎日ご飯のこととか自分の体のことを考えてしまっていて、もうそれに夢中になりがちだったんですけれども、そういう人は他にもう一つ夢中になることを作ると、意外にそれまであんなに気にしていたことが意外に何でもなくなったりします。私が摂食障害を克服したきっかけも、別に摂食障害を克服しようと思って何かをしたっていうよりかは、スペインに来て、スペイン生活でビザを取ったり、スペイン語を学んだり、友達を作ったりとか、すごいもっと大変なことが現れて、もう毎日それに一生懸命で生きていたり、あとは日本語を教えるっていう新しい仕事も始めて、こうビジネスもすごくかなり大変でもう毎日も働きまくっていた。で、気づいたら1、2年して、あれそういえば摂食障害でこう過食嘔吐したりしたこと全然最近ないって気づいたんですね。そう。だから、これはパニック症とはちょっと違うことだけれども、何か今、皆さんがこう強く悩んでいる精神疾患とかがあったら、それについて考えるっていうよりかは、まあもうそれを考えながらも、他の自分が夢中になれることを探す。とにかく挑戦してみる。いろんなことを試してみるっていうのを私は強くお勧めしたいなと思います。で、今、いろいろ試してみるって言ったんですけれども、そのさっき言ったランニングとか、そういった対処法も、どれが効くかわからないので、こう、自分には効かないだろうなって決めつける前に、とりあえず全部試してみて、で、まあ、100個試してみたら5個くらいは効くかもしれないので、その5個を自分の薬棚のように、こう、安心できる材料として持っておくと、その日々のこうなったらどうしよう。ここで発作が起きたらどうしよう。みたいな不安も、いや、あの時はこれ使おう。こうなったらこれ使おう。みたいな風に、こう、対処できるっていう自信が生まれるので、そういった対処法とか、なんだろメンタルヘルスのためにやることっていうのはもうとにかく片っ端からいろんなことをやってみるっていうのがいいかなって思っています。はい。もう毎回長々と語ってしまって申し訳ないんですけれども、皆さんついてこれましたでしょうか？もし難しかったなと思う方はぜひ、パトレオンでトランスクリプトを PDF ダウンロードして、もう一度聞き直してみてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!